今日の動画は何ですか？歴史上の人物です。あ昨日の夜、新しいゲームをしました。どんなゲームですか？日本の侍のゲームです。とても面白かったです。いいですね。誰が出てきますか？宮本武蔵という人が出てきます。宮本武蔵ですか。とても有名な人ですね。はい。でも、私はあまり知りません。どんな人ですか？宮本武蔵は昔の日本の強い剣士です。剣士ですか？どれくらい強かったですか？60回以上戦いました。そして一度も負けませんでした。一度も負けなかったのですか？すごいですね。はい。日本で一番強かったと言われています。ゲームでは刀を2本持っていました。そうです。武蔵は2つの刀を使って戦いました。普通は1本ですか？はい。普通は1本ですが、武蔵は2本使いました。それは珍しいですね。スタイルがかっこいいです。ええ。だから、今でも映画やアニメで人気があります。武蔵は戦うだけの人でしたか？いいえ、絵を描くことも上手でした。本も書きました。へえ、本も書いたのですか？どんな本ですか？五輪書という本です。戦い方の本です。その本は今でも読むことができますか？はい。世界中で読まれていますよ。外国でも有名なんですね。そうです。ビジネスマンもよく読みます。戦い方の本をビジネスマンが読むのですか？面白いですね。考え方が役に立つからですね。私もその本を読みたくなりました。今度、日本語の簡単な本を貸しますね。ありがとう。ゲームももっと頑張ります。この動画のスクリプトが説明欄とトップコメントからダウンロードできます。このお城の写真はどこですか？それは安土城の絵です。織田信長のお城です。織田信長ですか？名前を聞いたことがあります。日本で一番有名な侍の一人ですよ。信長はどんな人でしたか？とても強くて、新しいものが大好きな人でした。新しいものですか？例えば何ですか？外国のパンやワインが好きでした。へえ、昔の侍がパンやワインですか？はい。外国の服を着たり、帽子もかぶったりしましたよ。すごいでねす。とてもおしゃれですね。そうですね。時計や地球儀も持っていました。地球儀まで持っていたのですか？驚きました。外国の文化にとても興味がありました。鉄砲も使いましたか？はい。信長はたくさんの鉄砲を戦いで使いました。それで戦いに勝ったのですね。はい。古い考え方を変えて、日本を一つにしようとしました。とても頭がいい人だったのですね。へえ。でも、とても厳しかったので、敵も多かったです。
厳しかったのですか？はい。最後は部下に裏切られました。ああ、それは悲しい歴史ですね。でも、信長のアイデアは、その後の日本を変えました。アニメやドラマにもよく出ますか？はい。かっこいいボスとして、たくさんの作品に出ます。だから私も名前を知っていたのですね。はい。信長の肖像画は、教科書にも必ずあります。今度、信長についての映画を見てみます。ええ。ぜひ見てください。とても面白いですよ。今日の動画の復習ができるサイトのリンクは概要欄とトップコメントにあるよ。京都は古い建物が多くて綺麗ですね。そうですね。ここは新選組ゆかりの場所です。新選組ですか。聞いたことがあります。昔、京都の町を守っていた侍のグループです。どんな人がいましたか？沖田総司という一番強い剣士がいました。沖田総司ですか。どんな人でしたか？とても若くて、笑顔が可愛い人だったと言われています。へえ、強いのに笑顔が可愛いのですか？はい。子供と一緒に遊ぶのが好きでした。優しい人だったのですね。でも、剣を持ったら、誰よりも強かったです。ギャップがあってかっこいいですね。沖田の剣のスピードは、とても速かったそうです。相手は勝つことができませんね。ええ。新選組で一番の天才と言われました。宗師は何歳まで生きましたか？実は、病気になって20代で亡くなりました。そんなに若くして亡くなったのですか？はい。とても短い人生でした。だから余計にみんなの心に残っているのですね。その通りです。アニメやゲームでも大人気のキャラクターです。どんなアニメに出ていますか？フェイトや白鸚記などたくさんありますよ。ああ、その作品を知っています。キャラクターがかっこいいです。そのモデルがこの沖田総司です。今日ここに来ることができてよかったです。宗師のお寺も近くにありますから行きましょう。はい。ぜひ案内してください。この抹茶、とても美味しいですね。よかったです。お茶の部屋は静かで落ち着きますね。はい。日本のお茶の文化は誰が作りましたか？千利休という人が作りました。千利休ですか？いつの人ですか？織田信長や豊臣秀吉と同じ戦国時代の人です。侍の時代の人なのですね。はい。侍たちにお茶を教えていました。侍もお茶を飲んでいたのですか？へえ。戦いの前に心を静かにするために飲みました。なるほど。お茶の時間は大切だったのですね。利休はわびさびという考え方を大切にしました。わびさびですか？どういう意味ですか？静かで、シンプルで、無駄がない美しさのことです。だから茶室は小さくてシンプルなのですか？その通りです。豪華なお皿ではなく、
シンプルな器を使いました。部屋の入り口もとても小さいですね。よく気づきましたね。武士も刀を置いて入らなければなりませんでした。へえ。部屋の中ではみんな平等ということですか？はい。将軍も侍もみんな同じだというルールです。それは素晴らしいアイデアですね。利休のおかげで日本の茶道が完成しました。利休はどんな性格の人でしたか？自分のスタイルを絶対に曲げない強い人でした。だから新しい文化を作ることができたのですね。はい。今でも日本のデザインに大きな影響を与えています。お茶を飲みながら歴史を聞くのはとても素敵ですね。もう一杯お茶を入れましょうか。はい。お願いします。わあ、大阪城はとても大きくて立派ですね。本当ですね。ここは豊臣秀吉が作ったお城です。豊臣秀吉ですか？どんな人でしたか？秀吉は日本の歴史で一番ドラマチックな人です。どうしてですか？昔はとても貧しくて普通の農民でした。農民からスタートしたのですか？お金も家もありませんでした。そこからどうやって日本のトップになったのですか？織田信長の家臣になって一生懸命働きました。どんな仕事をしましたか？信長の草履を自分の胸で温めて出しました。へえ、靴を温めたのですか？はい。頭がとても良くて気の利く人でした。信長も喜んだでしょうね。ええ。信長にとても愛されてどんどん出世しました。そしてついに日本のトップになったのですね。そうです。貧しい農民から将軍になった人は他にいません。まさにドリームストーリーですね。はい。秀吉は派手なことが大好きでした。金色が好きだったと聞きました。はい。金色の部屋を作ったり、金のお城を作ったりしました。この大阪城も金色の飾りがついていて綺麗です。人々を楽しませるお祭りもたくさん開きました。明るくて元気なリーダーだったのですね。はい。だから今でも大阪の人に大人気です。秀吉の人生を知ると元気がもらえますね。私たちも諦めずに頑張りましょう。はい。中に入って展示を見ましょう。東京の街はとても賑やかですね。そうですね。東京は昔、江戸と呼ばれていました。江戸を作った人は誰ですか？徳川家康という将軍です。徳川家康ですか？どんな性格の人でしたか？とても我慢強くて、じっと待つことができる人でした。待つのが得意だったのですか？泣かぬなら、泣くまで待とうホトトギスという歌があります。どういう意味ですか？鳥が鳴かなくても、鳴くのを静かに待つという意味です。なるほど。無理に動かないのですね。はい。信長や秀吉が死んだ後、最後にトップになりました。若い時は苦労しましたか？子供の時は人質で、
自分の自由がありませんでした。長い間我慢したのですね。だからこそ平和の大切さを知っていました。家康が作った時代はどれくらい続きましたか？約250年も平和な時代が続きました。250年もですか？それはすごすぎます。その間、日本は大きな戦争がありませんでした。だから落語や歌舞伎など楽しい文化が生まれたのですね。そうです。平和だったからみんなが生活を楽しめました。家康は長生きしましたか？当時としては珍しく73歳まで生きました。健康にも気をつけていたのですね。はい。薬を自分で作るくらい健康マニアでしたよ。成功するためには健康と我慢が大切ですね。家康の生き方から学ぶことがたくさんあります。皇居の周りを歩きながら歴史を感じます。ゆっくり歩いて散歩を楽しみましょう。この男の人の写真、とてもかっこいいですね。これは坂本龍馬ですよ。高知県のヒーローです。坂本龍馬ですか。足元を見ると靴を履いていますね。よく気づきましたね。昔の侍で初めてブーツを履いた人です。草履ではなく革のブーツですか？はい。外国の新しい文化が大好きでした。どんなことをした人ですか？新しい日本を作るために国中を走り回った人です。喧嘩をしていたのですか？いいえ。話し合いで仲良くさせることが得意でした。敵同士だったグループを仲良くさせたのですか？はい。薩摩と長州という強いグループを仲直りさせました。それはすごいことです。どうやって説得しましたか？日本全体のために一緒に働きましょうと伝えました。視野が広かったのですね。ええ。龍馬は船の会社も作りましたよ。日本で最初の会社ですか？はい。貿易をして世界とつながろうとしました。夢が大きい人ですね。日本の選択をしたいという有名な言葉もあります。日本の選択ですか？面白い言い方ですね。古くなった日本をきれいに新しくしたいという意味です。龍馬は新しい時代の日本を見ることができましたか？残念ながら31歳で誰かに殺されてしまいました。へえ、そんなに若いのに亡くなったのですか？はい。でも彼のアイデアで新しい日本が始まりました。高知の海に立っている大きな銅像を見に行きたいです。ええ。海を見つめる龍馬の像は本当に感動しますよ。今度の休みに旅行の計画を立てましょう。いいですね。美味しいカツオも食べましょう。週末に忍者のアクション映画を見ました。面白かったですか？はい。忍者が壁を登ったり消えたりしてすごかったです。映画の忍者は魔法みたいですね。日本の歴史で一番有名な忍者は誰ですか？服部半蔵という人が一番有名です。服部半蔵ですか？ゲームにも名前が出ます。
そうですね。半蔵は徳川家康を守る忍者でした。黒い服を着て顔を隠していましたか？普段は普通の侍の服を着ていましたよ。黒い服ではなかったのですか？はい。黒い服だと逆に目立ってしまいますからね。確かにそうですね。忍者の本当の仕事は何ですか？敵の情報を集めることと大切な人を守ることです。戦うことだけではなかったのですね。戦わないで秘密の情報を運ぶのが一番の仕事でした。服部半蔵はどんな活躍をしましたか？家康がピンチの時、山を越えて安全に逃がしました。家康の命を助けたのですか？はい。半蔵のおかげで家康は生き残ることができました。それは大きな手柄ですね。今でも東京に半蔵門という場所の名前が残っています。地下鉄の駅の名前にもありますね。そうです。あの場所は昔半蔵の家があった場所です。忍者の名前が今の駅の名前になっているのですか？はい。家康のお城の門を守っていたからです。忍者がとても身近に感じられます。本物の忍者の歴史も知ると面白いですよ。もっと忍者の本を読んでみます。この間、インターネットで驚くニュースを見ました。どんなニュースですか？昔の日本に黒人の侍がいたそうです。ああ、安家のことですね。はい、安家です。本当に実在したのですか？本当ですよ。織田信長の侍でした。安家はどこから日本に来ましたか？アフリカからイタリア人と一緒に船で来ました。信長は安家を見てどう思いましたか？最初は体が黒いのは墨を塗っていると思いました。体を洗わせたのですか？はい。体を洗っても黒いのでとても驚きました。それで信長は安家を気に入ったのですね。ええ。安家は背がとても高くて力も強かったです。10人分くらいの強さがあったと書いてありました。はい。信長は安家に安家という名前を与えました。そして侍にしたのですか？はい。刀と家を与えて自分の近くに置きました。安家は日本語を話すことができましたか？少しずつ日本語を覚えて信長と会話をしました。信長と一緒に戦いにも行きましたか？はい。信長を守るために最後まで一緒に戦いました。外国人が侍になるなんて本当にすごいです。今、海外のアニメや映画でも話題になっていますよ。世界中の人が注目しているのですね。はい。国籍に関係なく活躍した素晴らしい歴史です。安家のアニメも見てみたくなりました。ぜひ見てみてください。かっこいいですよ。京都の晴明神社に行きたいです。晴明神社ですか？安倍の晴明の神社ですね。安倍の生命はどんな人だったのですか？昔の日本で魔法使いのような仕事をしていた人です。魔法使いですか？面白そうですね。陰陽師と呼ばれていました。
どんなことをする仕事ですか？星や空を見て、これからの天気を当てたりしました。天気を当てたのですか？はい。カレンダーを作ったり、吉凶を占ったりもしました。悪いお化けを退治したというのは本当ですか？昔の人は、病気やお化けを生命が払ってくれると信じていました。式紙という目に見えない手下を使っていたと聞きました。そうです。紙の人間を動かして仕事をさせていたと言われています。まるでファンタジー映画の世界ですね。はい。だから、小説や映画、漫画でよく主役になります。フィギュアスケートの羽生選手も生命の曲を使いましたね。はい。あのプログラムで金メダルを取りましたね。あの衣装とダンスはとても神秘的でした。ポーズや五角形のマークも生命のシンボルです。五角形の星のマークですね。はい。神社にもその星のマークがたくさんありますよ。魔除けの意味があるのですか？そうです。悪いものを追い払うマークです。生命は何歳まで生きましたか80歳以上まで生きて、たくさんの人を助けました。昔の時代に80歳はとても長生きですね。ええ。不思議な力を持った天才だったのかもしれません。神社でお守りを買って運気を上げたいです。一緒に行ってお参りしましょう。レベルアップ